こんにちは。お元気ですか？今日は9月6日の土曜日、週末ですね。ゆったり過ごされてる方も多いんじゃないかなっていう気がします。なんとなく。真夏のピークの暑さを過ぎて、そのピークのてっぺんからちょっとずつ暑さが少なくなってきてる感じは、朝晩とかね、最近はちょっと過ごしやすくなってきたなっていう頃ですよね。それでもまだまだ暑いですけれども、なんだろう何喋ったらいいのかちょっとよく分かんなくなっちゃったんですけどそうだな、最近感じたというか、って思ったこととかは、私普段からすごくよく YouTube とかね見てるんですけれども、YouTube 見てると広告が挟まるじゃないですか。当たり前ですけども、見るたびにいろんなものを、動画をクリックするたびにね。そうするとね、最近っていうか、もう最近でもないな、ちょっと前から気になってたのは、広告の中での AI のフェイク映像、有名人を使ったやつがえげつなく出てるなっていうのがね、あのちょっとね気になってましたね。有名人だから、例えば分かりやすくひろゆきとかホリエモンとか、成田悠輔さんとか、あとは広告とかだとね、投資とかね、そういう資産運用系とかね、そういうのがやっぱ広告って多いと思うので、そういう系の人とかの広告がすごく多いなって思いました。あの広告とかもね、その人に合ったアルゴリズムでその人に合った広告を出してきてると思うんですけども、投資系の広告とかって、私普段動画とか YouTube とか、ネットとかでもほぼそういうの見ないので、そういう私にすら出てくるってことは、もう多分ね、その投資運用系の広告ってそれくらい幅広くリーチしてる広告なんだろうなっていうふうに思ったりとかします。でね、ちょっとやっぱり少しゾッとしたりしますよね。この AI の有名人が喋ってるんですよ。なんとかだとか、結構強い言葉を使って言ってるんですけれども、なんかね、さすがに喋ってる感じとか言葉の雰囲気とか、もう普段からその人のテレビとかその人のチャンネルとかを見たりとか、見慣れてる人からするとちょっとおかしいなっていうのは感じるかもしれないんですけれども、そうでなければね、結構最近の AI ってすごいなって思っちゃうぐらい、結構完成度が昔に比べて上がってきたなっていうのを感じるんですよね。だからそのフェイクの広告もすごいけど、それで最近思ったのは、普通の YouTube の動画のフェイク動画自体もここ最近ぐっと増えてきたなっていうのを感じたんですよね。だからいかにも正しいことを言ってるようで、その映像とか出来事の画面とか、そういう映像とか、これも全部フェイクで作ってる可能性あるなっていうのも多いし、結構分かりやすいなって思ったのは、ここ最近は結構クマの被害とかが多くなって、ここ最近っていうか、ここ数年結構どんぐりとかのがね少なくてっていうのもあって、もう何年も結構クマ被害っていうのは言われてましたけれども、特にね今年とかはね、結構クマのニュースとかもいろいろ取り沙汰されたりとかしたこともあって、結構 YouTube でね、クマとかにね襲われたりとか、クマがやってくるとか、そういう映像とかがね、再生数が伸びるんでしょうね、おそらく。それで結構そういう系の動画が、私が一回見たらそのアルゴリズムでいろいろおすすめに出てくるっていうのもあるのかもしれないですけども、ただね、それをクリックしてみるとね、あれこれフェイクで作ったやつかもなっていうやつが結構あったりとかしたんですね。
そうそう、ただこれフェイクかどうかって答え合わせができないので、フェイクかどうかは分かんないんですけども、ただそう感じたってことは明らかにその中にフェイクはいくつかきっとあったんだろうなっていうふうに思いましたね。クマ以外でも結構いかにもこうなんて言うんだろう、こう本当の情報みたいな感じでフェイクの動画を流してるやつとかもあって、しかも結構それがなかなか上手にできてるんですよね。で、私はそんなことないし違うっていうのをたまたま知ってたりとかするから、これはフェイクだなっていう目で見て、これはフェイクだっていう答え合わせが自分の中でできたりとかするんですけど、知らずに見たらその映像とかの完成度とかそういう観点だけで見たら結構普通に分かんないくらいになってて、そうそう、だから結構AI のこの技術の細かい部分までの滑らかさとかそういうのがどんどんこう進化してってて、ちょっとこうなんていうのかな、この騙され世の中の騙しがすごいことになってきたなっていう感じで、それはねちょっとこうディストピア化する雰囲気のちょっとこう不穏な雰囲気を感じつつも、個人的にはちょっと不謹慎なんですけど、ちょっとこの混沌とした世の中の感じが面白くなってきたなっていうふうにもちょっと感じていますね。なんかこうなんていうのかな、もう結構昔から私は半分騙されながら生きてるっていう感覚をどこかに持ってて、なんていうのかな、こうサーフィンとかの波乗りがあるじゃないですか。その騙され真実と嘘のこの波にうまくこうなんていうのかな、ヒューって乗ったりしながらフラフラフラってこうその人生を進んでいく感じみたいのがそういう感覚がなんかあって、なんかすごくこう時にはその騙されとかが危ない波とかすごく鋭利なものが入ってたりとかする時もあって、やばい時もあるんですけども、ただ生きてる限りはこうなんていうのかな、嘘を言う人間とか嘘を言うメディアとか騙してくるやつとか危害を加えようとしてくるやつとか、このその表面ではこう甘いこととか正しいこととか善人とかそういう感じで裏はみたいな、そういうのって普通にあるもんだから、特に何て言うのかな、そういう波に乗りながら生きてるっていう感覚があるんですけど、ここ最近は結構 AI っていうのがねこうなかなかこう全体問題としてこう私個人じゃなくてもう世界的にそういう流れになってきてるのがちょっとウケるっていうかすごいなっていうか、そうきましたかみたいな、2025年くらいにはこうなってましたかみたいのを本当の2、30年前の自分の視点から見て、面白いなって言ったらあれなんですけど、ああそうかっていう感じがしたりとかしてましたね。で、なんかこうそれでさらに最近ちょっと面白いというかこうなんていうかこう感慨深いじゃないけどはあって思ったのは、そのフェイク映像とかをメディアとかそういうプロの人たちが作るんじゃなくて、普通の我々みたいな一般人とかが出してる動画でもそういうフェイクとかの映像とかがあって、つまり誰でも結構作れちゃう世の中になってるんですよね。それがまた違うなって思いました。もともとこう例えばテレビのニュースとかだったらもう昔から例えばこうクライシスアクターとかね、都市伝説みたいな感じで言われてたりすることもあるかとは思うんですけども、多分都市伝説じゃなくて一部的にきっとあるなっていうふうには思うんですよ。クライシスアクターっていうのはクライシスなんかやばいことなんだクライシスですよなアクター、つまり演者というか役者こうクライシスやばいこと、その災害とか事故とか事件とかそういうやばいことを演じるっていう
演者がいるっていうね、そういうクライシスアクターとかいうのがいて、それでフェイクニュースが実はあってっていうのがね、そういう話とかもあったりとかしますけれども、それを今個人で単純に再生数を取るためだけにとかね、そういうお金のためにとか、そういうのも気軽にできるようになっちゃってるんで、だからSNS とかがフェイクにまみれてて、それが不穏な雰囲気を感じるとともにちょっとウケるっていうか、なんだこの2025年みたいなそうそう、そんなことを思ったりとかしてましたなんかね、個人でもいろいろ発信できるようになったっていうのがね、この20年前と結構違うなっていうふうに思いましたね。で、影響力っていうのもね、個人がね、その SNS とかで影響力を持つ人っていうのもね、出てきたりとかする。一般人だった人が SNS とかで数年後にすごいこのインフルエンサーなんていう言葉が最近ここ数年出てきているように、そういう影響力のある人たちも出てきて、そういう人たちはね、戦略的に SNS を運用してたりとか、このサムネとかもね、訴求パターンとかね、そういうのもね、結構パターン化されてきて使い古されてきたのは、我々視聴者的にも見慣れてきて、なんていうのかな、それもなんていうのかな、こねくり回した感があるというかねなんていうの、訴求というか、こういうのって多分昔はこの広告代理店とかね、わかんないけど、そういう人たちがコピーライティングなんていうね、専門的な知識とかね、そういう手腕でやってたことだと思うんですけども、そういうコピーとかね、そういうのって、ただ今ではね、一般人誰でも SNS やってる時代なので、一般人でもコピーライティングの知識とかね、技術とかがある人が結局 SNS で勝っていくというかね、そういう勝ち負けじゃないんだけど、ただそれをね、目指してる人たちはそういうのを巧みに、多分心理的なこととかもね、この AI のこととかもね、全部総力戦できっとみんなやってるなこの人たちみたいなね、そういうもちろんね、ある程度人気が出たらプロを雇ってね、自分が作ってるわけじゃないんでしょうけど、そういうのがなんか面白いなっていう風に、そういう時代になっているのが面白いななんて思ったりとかしましたね。この騙される波がいろんな四方八方から押し寄せてきて、それを乗りながらなんていうのかな、半分騙されながら生きてるっていうかね、これは嘘かもしれないし本当かもしれない、それわからないけど、とりあえずその波を乗りつつ、自分が大怪我をしない程度にこの半騙され状態かもって分かりながら、ふふふんって波に乗りながら生きてる感じがイメージなんだけどっていうのがしてて、なんか面白いなって言ったら本当語弊があるんですけど、そんな感じがしておりますなんかAI っていうのは本当にこの先どうなっていくんだろうと同時に、こうなったかっていう感慨深さもあって、このフェイクとかね、そういうフェイク映像とかそういうので思い出したのが、私がまだ高校生とかね、それくらいの90年代の頃とかね、一時期サブリミナル効果なんていうのがね、結構言われた時があったんですよね。なんだろう、映画館とか行って映画を見る時のこのフィルムの中の一コマっていうのかなに全然関係ない映像とかを差し込んで、一般の人間ではそれが差し込まれてるのが認知できないくらいのスピードというか、なんていうかな、そういうのがわからないくらいに差し込んでるけど、それが洗脳の効果、脳に本人は気づかないけど脳に刻まれてて、知らないうちに洗脳されてるとかね、そういうサブリミナル効果とか、そういうのが問題視されたことがあったりとかしたんですけども、今から思うとね、随分今 AI がある程度発達した今から考えると、すごいアナログな手法だなみたいなね
感じがして面白いななんて思ったりしますね。だからその騙されるその洗脳の方法も昔のサブリミナル効果だとね、すごくこう二次元的というかね、 2D な、私のイメージなんですけど 2D な感じの騙し方な気がするんですけど、今はすごい 3D なね、立体的な騙され方みたいなね、そういう感覚がしてね、なんかこうまた面白いな言ってしまったんだけど、なんかね、これあと50年生きたらどうなってるのかなっていう、その興味というか好奇心とかがあって、まあこの AI とかそういうのに限らずなんですけど、そういう好奇心があるからこそ私は長生きがしたいっていうね、気持ちが昔からあるっていうのはあるんですよね。単純にちょっと見てみたいな、どうなんのかなみたいな、なんていうのか、食べ物とかでもあれ食べてみたいな、これ食べてみたいな、これどんな味するんだろう、食べてみたいなみたいな、そういう軽いノリで50年後どうなってんのか見てみたいなみたいな感じで、ちょっと長生きしたいなっていう気持ちはありますね。こう洗脳とかこうなんですかね、そういうのってこう日常的にね、もうなんなら生まれた時から洗脳と同時に人格も作られるし、洗脳ってなんていうかとても身近なものというか、こう当たり前のものでもあると思ってるんですよね。それが過ぎるとなんかもう人生が破壊されるレベルに行くんでしょうけど、なんだったらコンビニ行ってコンビニで新商品が出てとかね、それすら洗脳の一つというふうに捉えられるパーツの一部分もあるというかね、そういうのもあると思うんですけど、なんかこうっていうとね、私も今48歳でね、こう半世紀近く生きてきてると、こう昔という時代と今という時代のねコントラストをこう感じれるくらいの50年近くというね年代を生きてくるとね、思い返してそれを比べられるくらいの年数生きてて、それがこうしみじみとこうまた面白いな言ってしまうんですけど、なんかこう興味深いなって思うことがあったりとかするんですよね。私は子供時代は昭和を生きてるんですよね。中学校に入ったタイミングで平成という時代にちょうど変わったと思うので、だから昭和を小学生、中学生から平成と、で大人になって、もうアラフォーぐらいの時に令和という時代にという感じで生きてるわけなんですけど、なんかね、やっぱ昭和というこう戦後からもうちょっとこう落ち着いた時代、高度成長期と呼ばれる時代にまだ入ってていいのかな、あれはをこう子供としてね生活してたその小学生時代、その自分が学校で受けた教育、それと今令和の時代の学校教育とかね、結構いろいろこれ問題視とかね、音沙汰じゃない、なんだ、こういろいろ言われてる部分ありますけど、だいぶ変わって面白いなって言われたりとかしますよね。なんかこれってもしかしたらもう時代が単純にね、教育の仕方とかそう一般常識世間のなんちゃらが変わったっていうこと以前に、なんていうのかな、この経済学的なこの上から人間をコントロールする何かそれも人間というかね、そういうなんていうかこうあれなのかなって思ったりとかすることがあるんですけどあれってなんだよっていうか、なんていうかね、例えばね、私が小学生時代とかどっちかっていうと例えば週刊少年ジャンプとかでもね、スポコンというかね、スポコンはもうちょっと前かな、80年代とかかな、でもなんていうか青春スポーツ努力友情とかね、そういう結構こうなんていうんだろう、頑張れば必ず報われる友情は大事だとか、そういうのが良しとされて、そして人気も出た時代なんですよね。でとにかくこう頑張れみたいな、そういうのが美徳とされるんですよ例えばこう
私たちの世代にはもうなかったですけど、昔はうさぎ跳びとかがね、部活とかでね普通にこうやられてて、今はもういろいろ関節とかの負担とか、うさぎ跳びとか意味がない、ただのこう拷問みたいなね、そういうので逆に体に悪いから廃止されてるし、あとは根性を鍛えるために夏でも水を飲むなとかね、そういうのあったりとかしたんですよね。私の時はもうさすがにそれはなかったですけども、ただこう水とかその水筒とか水道水とかね、そういう水分補給はやっぱ休憩の時間に飲むっていう感じだったので、多分今ではね熱中症の問題とかもあるから、飲みたくなったら逆にいつでも飲めくらいな感じだとは思うんですけども、とにかくね何かを我慢するとかそういうことでその人間性を高めるとかね、そういうあれがあったんですよね。そういう考えが我慢をするとか、厳しくこう律しられるとか、あとは体罰とかもね、怪我を負わせるほどじゃなくてもちょっとしたこう頬をビンタするとか、ちょっとドーンとこう突き飛ばすとか、そういうくらいはねありましたし、あとはげんこつとかね、そういうのはあった感じなんですよね。だからこの子供とかまだ体力的にもメンタル的にも大人にはかなわない生物状態の人間をそういうふうにしつけをする、飼いならすっていうやり方だったんですよね。なんかこうするとすごく嫌な言い方しちゃってるんですけども、なんていうかね、それってもしかしたらその時代がいわゆる高度成長期時代で、そのいわゆるイケイケどんどんと呼ばれた時代なんですよね。だから右肩上がりだったんですよね。国内 GDP とかね、そういうのも日本がすごくこう世界の中で台頭して、すごく日本の経済とかがこう元気だった時代ですよね。バブルと言われる時代に入るわけですからね。それでそういう時にはやっぱりこう労働力が必要であり、やっぱりこう会社のために必死で頑張るっていう、ちょっと自分が辛くてもそこを根性で頑張る、それが美徳である、それが成果につながるのである、量をこなすのであるっていうね、やっぱり人間をこう育てる、そういう人間に大人になるまでに仕上げる必要があったんじゃないかなっていう気がするんですよね。ちょっと軍隊的な仕上げ方そうそう。だからこのいわゆるマンパワーがどんどん必要だったんですよね。実際に人口も多くなってた時期ですし、その頃の子供って人口的にも多いわけですから、その労働力を死の子の言わずしっかりとこう一人が汗水垂らして辛いと思っても頑張れるっていう労働力を仕上げる必要があったのかななんて思ったりとかしますね。逆にこの先なんですけれども、この人口ではなくて、このいろいろ何かを営みの上でこの AI がどんどん代替される感じになってきてね、そのホワイトカラー的な人間のやる部分を AI がねどんどんやる感じになってきて、言うなれば今ちょうど過渡期というか混沌期みたいな気がするんですよね。でこの先ってそういうふうにこう根性論で何かをこう頑張る人間よりも、どっちかっていうとこう少し感性的にこうマロンとした感じの人の方が AI と一緒にこう過ごさせるにはちょうどいいというかね、あんまり感度が鋭い人間がいると困るみたいな部分があるのかなみたいな。だからちょっと勘っていうのは何かの勘ですね。何かの勘ってなんだよ。勘が働くとかの勘とか、あと感性の勘とかね、そういうのがちょっと鈍った野生的な何かが鈍った人間がある程度いた方が都合がいいっていうのがあるのかなって、そういう意味であんまり競争とかね、そういうのをさせないとかね、そういう方が仕上がった人間、そういう
ちょっとそういう人間の方がこの先こうやりやすいのかなとかね、なんかそういうのがあったりしますね。別に陰謀論的なことを言ってるわけではなくて、やっぱりその時代にあった何かをコントロールしてる仕組み、上からこうマリオネット的にコントロールする力っていうのは絶対にあると思うので、逆にないとなんかやっぱちょっとおかしい気がするので、逆にそれが時代に合ったコントロールしやすい人間教育という意味で昭和のねこのスポコン的な時代から今はこの平等とかね言われるあれが変わっていくのかなっていうふうに思ったりとかしますね。ただどっちにしろ両方ともコントロールであり洗脳でありっていうのはソフト洗脳でありっていうのはもちろん変わらないんですけれども、その洗脳がね全て悪いというわけではなくて、やっぱりある程度洗脳がないとね人間こう生きていけないというか、現代社会の中では生きていけないっていうのはあると思うので、程よく洗脳の波に乗りながらというか、反洗脳されながらみたいなね感じで生きててもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。ただその昭和のスポコン時代でも今の平等時代でも教育がねどっちにしろこう個人的にこれは大事だなって思うのは、その全体ではなくて一個人の立場からしてこれはこう大事だなって思うのは、さっき言った勘ですね。インスピレーション的な方の勘とか、あと感情の勘ですね。それをいわゆる野生のセンスがこうなくなっちゃうと危険だなというのはあるので、最終的にそういうこう勘がね大事になってくるよねっていうのは今も昔も変わらず個人的には思ってますね。なんかねちょっとね外がね今工事してて、工事始まっちゃったっぽいんでちょっとうるさいんで、なんとなくこう着地点がない感じですけど、今日はこのくらいにしておきたいと思います。自分でもなんか何喋りたかったのかちょっとよくわかんないけど、そんな感じでございました。それではまた。